どうも、ザ・最強無敵の復讐者ちゃんです。レベル1異物なし縛りの続き、残り3体。まずはトコヨグラディウスから行くわ。さあいざ出撃。奇変はなし。村があるのが何より朗報。異物もチェック。ちゃんと2人ともなし確認 OK。まずは呪霊鈴確保。南西スタートは行動遠いデメリットあるけど鈴を入手しやすいのだけは大きなメリットね。大教会で全員漁ったらまさかのコモンクルイビ。今じゃない、カリボで出ろ。こういう絶対安全圏から敵を攻撃してる時が一番楽しい。1日目最後に封炉を開けたらとんでもない奴が出てきた。でも凍傷出血鈴マーキングの力で難なく処理。強いわ。夜ボスはアジンズ。まあ問題なし。64倍速。あら回避強化。グラディウスにはかなり嬉しい。2日目はまずお買い物。でも今回は外れ。あんまりいいのがなかった。この HP 最大時攻撃アップぐらいね。ただすでに武器枠はいっぱい。ここは回復聖印もう捨てちゃいましょうか。これだけ火力2体積めば長期戦にはならないでしょ。たとえなくても全て避ければいいだけね。道中背後から狙撃されたりもしたけど順調に攻略を進める一行。次は砦屋上ね。久々に見せてあげるわ、私の華麗な屋上書とか。よし成功。成功ったら成功よ。失敗1回までなら実質成功なの。化身倒したら味方が最強2体をドロップ。攻撃命中時 FP 回復プラス3はまさしく神の2体。これで FP 切れはなくなったわね。最後に雨の仲間術師等攻略。でも外れ。デスルーラで収縮向かいましょう。2日目夜ボスは意味鬼。まあ鈴で OK。あれ？第2段階入ってタゲマーク来たのにセリフがない？なんで？今更来た。声が遅れて来るパターンね。レベル不足物しかないから救助は素手で。多分これが一番効率いいと思います。スタミナ消費もかなり少ないし他に武器あってもワンチャンありとも聞くしね。なかなかとっさに武器捨てるまで思い当たらないけどね。セバスが働かないからゲージ戻っちゃったし。でも何も考えず捨てたの攻撃命中時 FP 回復の役だったのは良くないわね。他のにしておけば救助だけでがっつり FP 回復できたのに。あれ？禁止殴りでも発動するんだっけ？忘れた。お、さまよう祝福。でも抵抗の数減らしたくないな。ここは味方に預けましょうか。今思ったらさすがに私が持っておいてもよかったかも。抵抗は後で味方に落としてもらえばいいんだし。村行ったのもあってとんでもない成功の量。これなら FP 不足はありえない。攻撃命中時 FP 回復プラス3もあるしさすがに過剰かもね。回復聖印取っておけばよかったわ。HP もパッシブやらタリスマンやらで最終的に300近くまで伸びた。HP 最大時カットアップも2つだしこれはさすがに盤石か。さあ行きましょう。とその前にちょっと試したいことが。グラディウスが動き出す前に鈴鳴らしてできる限り呪霊を召喚しようと思ったけど味方が先行っちゃったか。まあ仕方ない、今思いついただけの戦法だからね。伝わるとも思ってないわ。とりあえずセバスチャンにタゲ取らせてアップ。と思ったらその前に死んじゃった。最悪のタイミングだわ。レベル1だとファミリーの耐久もペラッペラだからもう早めに使っちゃった方がいいわね。判定。ただ1対1の状況さえ作れれば何も恐れることはない。その場合はできる限り味方と距離取りましょう。遠ければ実質集中攻撃を無効化できるからね。ああ行っちゃった。でも遠いとこの後タゲ奪い返すのが面倒なのよね。基本的に3匹はそれぞれ違うキャラをタゲするようになってるっぽいけどハルモニアほど明確に分かれてはくれないからね。お、すぐ戻ってきてくれた。集中攻撃も参加できなかったっぽいわね。やはり距離取るのは重要。そっち行く？ジャンプの途中でタゲ変えるのやめてね。面倒くさいったらないわ。味方が狙われてる間はチャンス。今のうちに鳴らしまくりましょ。鳴らした後は相手と一直線上の位置を維持。これで向かってくるグラディウスに呪霊前段ヒットよ。だいぶ稼いだわ。おっと今度は私にタゲ来たわね。
これってどういう仕組みでタゲ選ばれてるんだろ。剣持ち個体の生徒買ったやつだと思ってたんだけど今の見ると違うみたいね。明らかに私はあいつに手出ししててなかったし。普通に3人順番に集中攻撃とかわからん。おっとまた来たわ。距離は、かなり取れてるわね。これなら大丈夫そう。よし実質捨てないのと同じ、これができればめちゃくちゃ楽だわ。再び集中攻撃。今度はちょっと近いけど問題ないかな。レベル1のスタミナでも十分避けきれるわ。また私かい。さっきから私しか狙われてないんですけど、やっぱ距離の近さも関係してるのかな。まあ2匹なら余裕ですと。てか炎衝撃がない限りは何も問題ないわ。にしてもやっぱ鈴があると戦いやすい。どの距離からでも攻撃できる上に隙も少ない。レベル1じゃなくても十分に選択肢に入ってくる武器だわ。初期聖院重装来る前は降臨と雷の槍でなかった時にこれで戦ったこともあるしね。お、ようやくタゲが変わった。それはそれでだるい。追いついてしばらくしたら合体。ここまでは前座、そしてここからの前座よ。成功は2個目、十分足りそうだわ。はぁ。この突進、マルチだとタゲがはっきりわからないから厄介だわ。ソロなら右ロリ左ロリで安定なんだけど、合体時だと一番厄介な攻撃かもしれないわね。この HP どうしたものか。とりあえず素振り。回復したくないけど2体が HP 最大時系ばっかだからね。ここは聖杯飲むしかない。もったいない。今ちょっと画面右上で面白い現象あったけどその件は後で。ここは鈴鳴らすべきなんだけどひよって待機。回避入店。およよよよ。二人落ちはさすがに怖いんでアーツ切ります。使ってよかった。この後のジャンプ突き刺しはローリングだとたまに引っかかるから失踪したくぐり安定ね。また抜け跡は攻撃チャンスにできそうだけどちょっと不安あるから今回は自重。動きはよし。怖いのはさっきの突進ぐらいかな。少し。3連炎衝撃波の開始動作。そうだったわ。これがあるからマルチだと接近危ないんだった。にしても発生早すぎるのよ。ガードすら間に合わなかったし。でか HP 最大時カットアップ2つの意味。いやでも冷静に考えれば 32% カット2つ乗算で 54% カット。約半分カットだけか。そりゃ絶えない攻撃もあるわね。でも今回 HP300 まで漏れてるのに。意味ない HP 最大時カットアップに2つ枠を割くくらいなら火力2体入れた方がいいのか。いやでも全部の攻撃絶えないわけじゃないしね。最初食らった突進残り場の炎とかでワンパンされたらたまったもんじゃないし。悩みどころね。あ、さっき言ってた面白いことについて。この場面ちょうど右上にロードが入ったんだけど、同時にすぐ横で味方の歩きせよ。なんか雨の収縮始まる時のテロップみたいに見えない？位置もタイミングもドンピシャすぎて、一瞬目を疑ったわ。あ、それだけです。画面の方だけど削りペースが悪い。もうちょっと積極的に攻撃していった方がいいかも。ただその後しばらくは安定戦闘。特に被弾もせずグラディウスの HP を削っていく。HP も半分切って順調順調。あばばばばばば。ギリ耐えた。やっぱ HP 最大時カットアップ最強。今のも危な。一瞬死んだと思った。さっきのやつ完全に私狙いだと思って離断してたわ。右の味方狙いだったからこっち来たのね。旅してる相手には距離取るように飛んでくれるのは優しいところなんだけどね。でも聖杯一本じゃ全開できない。これもしかして死んでた方が良かったまであるか？このミリ削りのためにもう一本飲まなきゃいけないの？もったいない精神にやられてしばらく回復せず戦闘。まあ絶対回復すべきなんですけど。ようやく諦めて回復。なら最初から飲んどきなさいよ。やっぱ常よまり水物、持続回復が恋しい。回復全員捨てるならせめて2体で持続回復は持っとくべきね。追跡者さんが犬と戯れてる間に救助しちゃいましょう。救助は再び素手で。あ、味方の無理だと攻撃命中時 SP 回復発動しないんだ。大層残念にて早漏。やっぱ素手はいいわね。優秀な救助武器だわ。鉄の目さんが捨てた HP 最大時カットアップは私がありがたくもらっておきましょ。回復がもう尽きたってことなんでしょう。てかこっち来るの危ない。一発食らっちゃったし。いや今のは言ってたことを喜ぶべきなのかもだけど。まだ聖杯一本で全開できるくらいでよかったわ。やはり HP 最大時カットアップは偉大。
状態で迎えたかったけど。突進は追跡者さん狙い。救助でアークゲージ稼ぎとヘイト稼ぎでもしましょうか。ほら来た来た。いやちょっと無謀だったかも。レベル1なこと忘れてた。普通に呪霊すぐ鳴らしてた方が良かったわね。よしとりあえず切り抜けたけど問題の集中攻撃。あれ？どっか行った？なんで？いやでも助かった。単体ならこんなのなんてことないわ。今ゲージ見る限り救助もしてなかったんだけどなんで向こう行ったんだろ。謎すぎる。3回目の集中攻撃はなし。優しいグラディウスでよかった。分裂状態で瀕死食えなかったのはいい流れよ。私狙いじゃない？そっか救助してたから。最悪。また炎化しちゃった。これで HP 最大時系一体全て無意味。回復手段一切なし。なんで回復全員捨てたのよ本当に。ああいうカスダメって普段は常世まり生物とかが勝手に回復してるから自分の中で被弾として印象に残ってなかったのかな。今度から絶対回復全員捨てないから。2回目の分裂。今度は3人生存で迎えられたわ。突進もこの位置なら大丈夫。あでも1人落ちちゃったか。ターゲットは私。襲撃は1匹だけね。これならなんとか。集中攻撃って意外と集中してこないのね。いつもこうなら楽なんだけど。やば2回目の集中攻撃も私。位置があんま良くない。敵が近い。いやでも問題ないか。これだけ距離離せてればどうとでもなるわ。味方がもう一体を引きつけてくれてるおかげね。今回も集中攻撃は2回だけで終了。優しい答えを引いたわ。味方はアーチで救助。セバスチャン、破壊光線。地面の凹凸のせいでほとんど当たらず。当たれば結構なダメージになるのに。そうして3回目の分裂。結構きつった。やられた。これのフレーム回避本当に苦手なのよ。でも練習してこなかったツケが回ってきたわ。ソロだとダッチ回避安定だからそれに甘えてたせいね。救助あり。ただ今回は3人生存で合体。ここでがっつり削りたい。ただ HP 最大時攻撃アップないから火力は下がってる。成功は残り2個だから足りないことはなさそうかな。よし今のでかなり削ったわ。このペースならワンチャン次の分裂までに削りきれちゃうかも。では。またこれかよー。ターゲットは私ではなく鉄の目さんだったか？タゲなら右ロリ出しそうでないなら左ロリ。こんなのどうしろっていうのよ。いや違うわね。そもそも突進開始前に味方と距離取っておくべきなんだわ。そうすれば今みたいに炎に引っかかることもないし、そもそも顔の向きで誰狙いかすぐわかる。追跡者さん頑張れー。追跡者さん復活。そうだったわさまよう祝福持ってたんだったわね。なんとかここ耐えきってー。ナイス。よくかわしたわ。次の集中攻撃さえかわせば。来たよ。ここからじゃどうなってるのか見えないけど。神。2回で終われ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 。合体しろ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 合体したー。よく耐え切ったわ。これならいけるはず。襲撃の草木。ありがとう。いい逃走劇だったわ。セバス出してからアーツ。さっきのリベンジよ。ここで決めきるわ。セバスチャン、破壊光線。当たってる当たってる。しかもめちゃくちゃダメージ出てる。やるじゃない。私はこれが見たかったのよ。味方が魔力攻撃上昇持ってきてくれたわ。HP 最大時カットアップ拾うときにしてたんだっけ？忘れたけど。おわ、今度は逆にちゃんと私狙いだった。
今のも炎を1回避できてたのか怪しいわね。そっち行く？突進が私狙いだったからこっち来るもんだと。これで最後の成功。FP は足りる。あとは死なずに鈴を鳴らすのみ。マジか。ここで分裂。削りきれなかった。あれ、こいつらの特進ってそれぞれ違う味方を狙うんだったっけ？知らなかった。いや忘れてたのかな。でも残り HP はミリ、これで終わりよ。やったー。イェイ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 。ありがとう2人とも、またレベル1で会いましょう。というわけで常世グラディウスは初戦突破。でもかなり苦戦したわね。一発突破はラッキーだったかも。さまよう祝福がなければ負けてたしね。追跡者さんが特によくやってくれたおかげだわ。私がもっと正しい選択をしていればもっと楽だったんだろうけどね。まずは散々言ったように回復聖印は捨てないこと。ちゃんと持ち込んでいれば自分はもちろんのこと回復尽きてた鉄の目さんも体力満タンにできて瀕死が減ってた可能性が高い。レベル1だと相対的に祈祷回復の回復量すごいからね。もし捨てるとしても必ず持続回復の付帯一つは拾っておくべきだったわ。特に今回は他の付帯が HP 最大系ばっかだったからね。そしてあとは回避が甘かった敵の攻撃について。一つ目は3連炎衝撃波の開始動作。発生が爆速だから反応して回避するのは難しい。近づかないのが一番だけど移動距離もかなり大きいし、呪霊鈴や降臨でもなければ離れ続けるのも非現実的。対策として考えられるのは味方を考慮した位置取りね。誰かをターゲットしてそいつから真後ろに下がるわけだから、グラディウスを挟んで味方と一直線上に並ばない。これで大丈夫っぽくない？試してないから机上論だけど、次やるときはこれを意識してみるわ。二つ目は周囲炎ブレスからの2連突進。これはもうさっき言ったわね、炎ブレス吐いてる最中に味方と距離を取ること。正確に言えばグラディウスから見ての方角を味方と被らせないということね。これができてればソロと同じようにとりあえず右ロリ左ロリで炎の残り紙も当たらないはず。もしくは味方と全く同じ位置にいるのでもいいかも。最後は分裂時の3連突進。これは、ちゃんとロリ回避練習しましょう。特にグラディウスがすぐそばに来てしまった時ね。フレーム回避が必要になるのは大体これ。それ以外は味方の位置見てのダッシュ&疾走で対応できるはず。グラディウスとの距離によって回避タイミング違うのが厄介なんだけど、近い時に絞れば安定させられるでしょう。距離近いと予備動作の炎を見てから間に合わないからタイミング覚えないといけないだろうけどね。そのうちまたソロで練習するわ。やる気が出たら。反省点はそんなところ。何はともあれ残るところは見たい。現在4連続一発突破中だしこの勢いであと2戦で終わらせてやるわ。では今回もご視聴感謝。また見てね。